今回はフォームローラーで下半身をじっくりとほぐしていきます。股関節と足首を使いやすくして血流を改善することで疲れにくい体、痩せやすい体を手に入れましょう。それでは早速始めていきます。まずはローラーを横向きに置きます。で、ローラーの上に座って両手を後ろについてこのまま前後にゴロゴロと転がります。お尻の下の部分、座骨のあたりをゴリッゴリッとほぐしていきましょう。特に長時間座っている方とかはこの辺が硬くなって腰痛とか足の冷え、むくみにつながるので、しっかりと優しく緩めていきます。お尻が垂れ下がっている方、お尻の脂肪が気になる方もこうやってゴロゴロほぐすだけでも脂肪が落ちやすくなるので、しっかりとほぐしてあげてください。で、次にお尻の外側をほぐしていきます。ローラーにお尻の外側を乗せる。左お尻乗せたら左肘床についてこのまんま上下にゴロゴロと転がります。お尻の外側を上から下まで大きくほぐしていきます。で、特に硬いポイントがあれば細かくほぐしてあげるのもおすすめです。お尻外側の上の方、中殿筋ですね、硬くなっている部分を細かくほぐしてあげたりとか、あとは骨の際、腸骨の際ですね、お尻の上の方、本当の骨の際の部分をゴロ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 とほぐす。あとはお尻の後ろの方、仙骨のあたりを細かくゴロゴロとほぐしてあげる。この骨の際にはすごい老廃物が溜まりやすいので、お尻のむくみが気になる方、セルライトが気になる方はこの辺をしっかりと緩めてあげましょう。お尻の下の方、梨状筋ですね、この辺ゴリッゴリッとする感覚があると思います。座骨神経痛が気になる方はこの辺をしっかりと緩めてあげましょう。こんな感じで全体的にお尻外側を緩めてあげたら、次は股関節を緩めていきます。左の腰骨のちょっと下の部分をローラーに当てて、そのまんまじわーっと圧迫したまんまキープ。ここには大腿筋膜腸筋っていう太くて短い筋肉が付着しています。ここの筋肉が硬くなると腰痛とか股関節痛を感じやすくなるので、この辺をしっかりと緩めてあげましょう。次に体を下に向けてこのまま前後にゴロゴロと細かく転がります。鼠径部、腰骨前側のちょっと下の部分をほぐしていきましょう。鼠径リンパ節がありますね。ここが硬くなって詰まってしまうと下半身の血流リンパの流れが悪くなって足の冷え、むくみ、下半身太りにつながってしまうので、しっかりと緩めていきます。細かくゴロ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 とほぐしてあげたら、次は太ももをほぐしていきましょう。ローラーに太ももの外側を乗せて、両手片足床についたら、そのまま上下に大きくゴロゴロと転がります。外ももを上から下までほぐしていきます。外ももの張り解消に効果的で、余裕があれば体を後ろに傾けて外ももの後ろの方をほぐしてあげたりとか、体を前に傾けて外ももの前側をゴロゴロとほぐしていきます。逆にもうゴロゴロするのが痛すぎてできないよっていう方の場合は、ローラーに体重を乗っけたままキープします。痛気持ちいい程度に両手片足で体重を支えてあげてください。で、上から下まで順にじゅわーっと圧迫していく。これをずっと繰り返していると、だんだん筋肉が緩んできてゴロゴロしても痛くなくなってくるので、それまでは圧迫するだけにとどめてあげましょう。で、次に太ももの前側をほぐしていきます。体下に向けて両肘と膝を床についたら、このまま前後に大きくゴロゴロと転がります。太ももの前側を上から下までほぐしていきましょう。そんな激しく動かなくてもいいし、急がなくても大丈夫なので、ゆったりと大きくほぐしていきます。ただ、ある程度腹筋は必要かもしれないですね。結構疲れる方は疲れると思います。筋トレだと思ってしっかりとほぐしてあげてください。角度を変えながら全体的にほぐしていって、
で、前もももゴロゴロするのが痛すぎるよっていう方の場合は、こうやって体重を乗せたままじわーっと圧迫する。これだけでも全然 OK です。これも上から下まで順に圧迫していく。これを毎日続けていると、ゴロゴロしても痛くなくなってくるので、痛くなくなるまでじわーっと圧迫するだけにしてあげましょう。で、次に内ももをほぐしていきます。まずは股関節の内側ですね。ローラーを斜めにして股関節の内側、内ももの付け根をローラーに乗せた状態で、こうやって細かくゴロゴロと転がります。この乗せている側の股関節と膝が90度になる形ですね。細かくゴロ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 とほぐしてあげる。筋肉は付け根をほぐすと緩みやすいので、まずは付け根をほぐしてから本体をほぐす。太ももだったら股関節をほぐしてから太もも本体をほぐすっていう順番で緩めてあげるのがおすすめです。で、ある程度細かくほぐしてあげたら、内もも本体を大きくほぐしていきます。ゴロ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 とほぐしていく。内ももには大腿動脈、静脈といった太い血管が通っているので、この辺ほぐしてあげると下半身の血流がすごく良くなるので、冷えむくみの解消に効果的です。で、内もももやっぱりゴロゴロするのが痛いよっていう方の場合は、やっぱりローラーに体重を乗せたままじわーっと圧迫する。痛気持ちいいくらいに体重の乗せ具合を調整してあげましょう。こんな感じで上から下までじわーっと圧迫していくと、だんだんゴロゴロしても痛くなくなってくるので、頑張って続けてあげてください。こんな感じで反対側も同様にほぐしていきます。まずは右のお尻の外側からですね。ローラー横向きに置いたら、お尻外側ローラーに乗せて、右肘床について上下に大きくゴロゴロと転がります。お尻外側の上の方から下の方まで大きくゴロゴロ。結構もう慣れない方はこうやって肘で体重、体を支えるのも難しいかもしれないですけど、続けていると最低限の筋肉がついてくるので、だんだん楽になってくると思います。それまでは頑張って続けてあげてください。で、お尻の硬い部分を狙っていきましょう。中殿筋、お尻外側の上部、硬い部分をゴロゴロとほぐしてあげる。骨盤を外側から支える筋肉なので、ここが硬くなると腰痛や骨盤の広がりの原因になってしまいます。しっかりと緩めていきましょう。次にこの腸骨、腰の下、お尻の上の方を細かくゴロゴロとほぐしていく。お尻のちょっと後ろ側、仙骨の際を細かくゴロゴロとほぐしていく。お尻のセルライト、お尻太りが気になる方は骨の際を狙って緩めていきましょう。手を床についてお尻外側の下の方、梨状筋を細かくゴロゴロとほぐしていきます。坐骨神経痛の解消に効果的で、この手のつき方とか足のつき方とかはもう自由で大丈夫です。やりやすいようにやってあげましょう。次、股関節ですね。右の腰骨のちょっと下の部分をローラーに乗せる。このままじわーっと圧迫していきます。僕は実際やる場合はもうこのまんま寝っ転がって圧迫することも多いです。こうするとこの上側の尻外側、大腿筋膜腸筋もちょっと伸ばすことができるので、このやり方もおすすめです。次、体を下に向けて両肘床について細かく前後にゴロゴロ、腰骨前側の下の部分、鼠径部をほぐしていきます。で、ここには大腿直筋、前ももの筋肉の付け根もあるので、ここをほぐしてあげると前もも全体が緩みやすいです。で、この内側のさらに深層には腸腰筋も付着しているので、腰痛が気になる方、足の冷えむくみが気になる方はこの辺をしっかりと緩めてあげましょう。で、次に太ももをほぐしていきます。両手、片足床について太もも外側をローラーに乗せる。この形で上下に大きくゴロゴロと転がります。太ももの外側を上から下までほぐしていきましょう。この大天使、外ももの付け根から膝にかけてですね、大きくゴロゴロ。できればちょっと体の向きを変えながら外ももの後ろ側をほぐしてあげたりとか、外ももの前側のあたりをほぐしてあげる。
この筋肉は面で付着しているので、こんな感じで角度を変えながら全体的にほぐす、こう塗り絵を塗りつぶすようにほぐすイメージでやってあげると筋肉全体が緩んでくれます。もちろん痛すぎる場合は体重を乗せるだけでも OK です。次に太ももの前側をほぐします。体下に向けて両肘、片膝床についてこのまんま上下に大きくゴロゴロと転がります。前ももを上から下まで全体的にほぐしていきましょう。で、角度を変えながらこの前ももの外側のあたりをほぐしてあげたりとか、あと前ももの内側のあたりをほぐしていきます。体幹トレーニング、プランクと同じような効果もありますね。腹筋をかなり使うので。ただ慣れてくるともう無意識でも全然できるようになるので頑張ってやっていきましょう。で、このついている側の膝、床についている膝が痛い場合は足伸ばしてつま先を床についた状態でゴロゴロしてあげても OK です。で、前もも痛すぎる場合は体重を乗せるだけにしてあげましょう。で、次に内ももですね。まずは股関節の内側にローラーを当てる。この状態で左右にゴロゴロと転がります。この股関節膝は90度に保ったまま細かくゴロゴロ。筋肉の付け根を緩めていきましょう。この体勢で結構腰が落ちてしまうと腰が反ってしまって痛めることもあるので、下半身をほぐすときは基本的にちょっと腹筋とお尻には力が入っているかもしれないです。結構無意識なんですけどね、結構触ってみると結構カチカチに硬くなっているので、腹筋を鍛えるつもりである程度力を入れてやっていきましょう。で、次に太ももの内側ですね。ローラーに内もも当てて大きくゴロゴロとほぐしてあげる。で、こうやって大きくほぐすのが難しい方の場合はこう細かくいくつかに分けてほぐしてあげてもいいです。例えば内ももの付け根をほぐしてあげたら内ももの真ん中のあたりを細かくほぐす。あとは内ももの下の部分、膝上ですねを細かくほぐすって感じでこう部位に分けてほぐしてあげると簡単にほぐすことができると思います。で、慣れてきたら大きくほぐすっていう感じで、その時の体の状態とか気分とかやりやすいやり方でほぐしてあげてください。で、次に裏もも、太もも裏側をほぐします。ローラーに片方左足の裏ももを乗せます。で、両手と片足床についてこのまま前後にゴロゴロと転がります。座骨から膝裏にかけて大きくゴロゴロとほぐしていく。ここはそこまで痛くないと思います。で、角度を変えながら膝つま先内側に向けて前後にゴロゴロ、裏ももの内側をほぐしてあげたりとか、膝つま先を外側に向けてゴロゴロする。裏ももの外側をほぐしてあげる。長時間座っている方はこの裏ももが縮こまって硬くなってしまいます。そうなると骨盤が後ろに引っ張られて骨盤後傾、猫背とか腰痛につながってしまうので、そういった方はしっかりと緩めていきましょう。もちろん裏もも痩せにも効果的です。で、反対側も同様に右の裏ももをローラーに乗せる。左足両手床について前後にゴロゴロと転がる。座骨から膝裏まで大きくほぐしていきましょう。大きくほぐすのが難しい場合はこうやって細かくほぐしてあげてもいいです。楽な風なやり方でやってあげましょう。ここまでやってくると結構息が切れてきますね。で、角度を変えながら膝つま先内側に向けてゴロゴロ、裏ももの内側をほぐしてあげたり、膝つま先外側に向けてゴロゴロ、裏ももの外側をほぐしていきます。難しい場合はこんな角度なんて変えなくても大丈夫なので、こうできる範囲でやってあげてください。
次に膝裏ですね。右の膝裏をローラーに乗せる。片方の足も重ねて、このまま左右にゴロゴロとほぐしていきます。膝裏のちょっと硬い部分ですね。若干下の部分に硬い部分があるので、そこをほぐしていきます。しっかりリンパ節ですね。ここが詰まっていると、いくらふくらはぎを流してもうここで詰まってしまうので、ふくらはぎ痩せしたい方、冷えむくみが気になる方は、まずはこの膝裏をしっかりとほぐしてあげる。ここを入念にほぐすだけでも下半身、膝下がポカポカ暖かくなる感覚があると思います。で、次ローラーを下にずらしてふくらはぎ乗せて、両手片足床について前後にゴロゴロと転がります。ふくらはぎ、膝裏から足首、アキレス腱まで大きくゴロゴロとほぐしていきます。足の冷え、むくみの解消、ふくらはぎ痩せに効果的です。で、ここから膝つま先を外側に向けて前後にゴロゴロ、ふくらはぎ外側の骨、腓骨沿いをゴロゴロとほぐしていったりとか、膝つま先を内側に向けて前後にゴロゴロ、このすねの内側ですね、脛骨の内側をほぐしていきます。骨の際には老廃物が溜まりやすいので、この辺ほぐしてあげると足のむくみとかふくらはぎ痩せに効果的です。で、反対側も同様に、まずは左の膝裏をローラーに乗せる。片方の足も重ねて左右にぐるぐるとほぐしていきます。硬い部分を探しながら、ちょっと痛いなと思う部分をしっかりと入念にほぐしていきます。で、物足りない方の場合は、この下の足を伸ばした状態でゴロゴロする。こうするとよりしっかりと刺激することができます。結構痛いと思います。ただあんまりほぐしすぎるとこのリンパ節痛くなってしまうので、ほどほどにしてあげましょう。で、ローラーを下にずらして左ふくらはぎ乗せて、両手右足床について前後にゴロゴロ、左のふくらはぎを上から下まで全体的にほぐしていきます。結構ね、これも腕の力を使うかもしれないです。体重を支えるために。でもこれをやることでこの二の腕痩せ効果もあります。結構腕が鍛えられるので。なので一石二鳥ということで、ちょっと大変かもしれませんが、しっかりとこの体勢でほぐしてあげてください。で、結構きつすぎる、もう体重支えられませんっていう方の場合は、お尻を下ろしてふくらはぎを左右にぐるぐるほぐす、このやり方でも全然 OK です。この方が筋繊維を断つようにほぐすことができるので、よりしっかりと筋肉を緩めることができます。ただちょっと揉み返しが起きやすいので、やる時間は短時間にしておきましょう。で、最後にすね、足首をほぐしていきます。ローラーに左のすねの外側を乗せる。両手片足床についた状態で前後にゴロゴロとほぐしていきます。膝から足首までですね、大きくゴロゴロとほぐす。で、このすねの骨に当たると痛いと思うので、すねの外側を狙うようにほぐしていきましょう。で、反対側も同様にほぐします。右のすねの外側をローラーに乗せる。このまま前後にゴロゴロとほぐしていきます。この辺もね、結構痛気持ちいいポイントですね。結構むくみとか老廃物が溜まりやすいポイントなので、この辺しっかりほぐしてあげると足痩せ、ふくらはぎ痩せに効果的です。で、次、ローラーに足首を乗せるように正座の形。このまま足首を曲げ伸ばししていきます。グッ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 っていう感じで曲げ伸ばししていく。これは足首の骨、腓骨を中に押し込むために行います。腓骨が前に出てきてしまうと足首が曲げづらくなってしまうので、ふくらはぎの筋肉を使いづらくなる、足の冷え、むくみにつながってしまうんですね。なので、こんな感じで腓骨を中に押し込むように、こうやって足首を動かしてあげることで、足首が曲げやすくなるので、ふくらはぎを使いやすくなる、足の冷え、むくみの解消に効果的です。特に高いヒールを履く方とか正座をする方、つま先を伸ばす癖がある方は、これをしっかりとやって足首を曲げやすくしてあげましょう。よいしょ、お疲れ様でした。
ここまでやってあげると、もう下半身がポカポカするというか、もう全身が熱くなる感覚があると思います。下半身をほぐすのと合わせて、もう上半身の筋トレですね、これはもう。で、これを毎日朝やってあげると、下半身の血流が良くなる、股関節、足首を使いやすい状態で一日を過ごすことができるので、下半身痩せしやすいし、冷え、むくみの予防につながります。あとこれを毎日夜やってあげれば、一日のうちに溜まった疲労とかむくみを解消する、流して夜ぐっすりと眠ることができます。下半身がガッチガチに硬いうちは今日のやり方でじっくりと下半身を緩めてあげて、である程度筋肉がほぐれてきたら短時間でほぐすバージョンもあるので、そちらにも取り組んでみてください。では本日はご視聴どうもありがとうございました。このフォームローラーの使い方は部位別、不調別、あと美容系で再生リストに簡単にまとめてあるので、よければそちらから他の動画も見てみてください。あとインスタもやっていて、そちらでは30秒とか1分でできる簡単リリーサーのトレーニングの方法とか、あとインスタフォロワー限定サービスも用意しているので、よければ見てみてください。では。